皆さんこんにちは。 AI 活用伝道師です。今日はチャット GPT を月額20ドルで契約しているのにコーデックスアプリを使っていないという方にこそ知ってほしい。コーデックスアプリの始め方完全ガイドを AI に詳しくない方にもわかるようにお伝えします。チャット GPT には課金してる、でもコーデックスアプリは使ってないという方はめちゃくちゃ多いんです。これ控えめに言ってもったいないです。コーデックスアプリチャット GPT の有料プランに最初から含まれている上に AI エージェント、つまり AI に仕事を任せる体験が1段階先に進む仕組みになっているからです。月額20ドル払って全部使い切れていない方が多いのが今の現状なんです。今日はそのもったいない状態を解消する完全ガイドを15分でお届けします。コーデックスと読みますが、これはチャット GPT を作っている会社 OpenAI が提供する AI プログラミング支援サービスです。プログラミング支援と聞くと、私はエンジニアじゃないから関係ないと思ってしまいそうですが、2026年4月のアップデートでほぼ全ての仕事に使える汎用 AI に進化しました。エンジニア以外の事務職、営業職、マーケ職、経営者の方にも全力でおすすめできる内容です。今日はそもそもコーデックスアプリとは何か、なぜチャット GPT ユーザーに必須なのか、クロードコードなどの他の AI エージェントとどう違うのか、そして実際の始め方とよくあるつまずきポイントを7つのセクションでお話しします。15分くらいの動画になりますが、見終わる頃には自分のパソコンにコーデックスアプリをインストールして最初の質問を投げかけられる状態になっているはずです。まずコーデックスアプリが何者かざっくり押さえましょう。コーデックスアプリはチャット GPT を作っている会社 OpenAI が2025年に出した AI 支援サービスコーデックスのデスクトップアプリ版です。もともとコーデックスはチャット GPT のウェブ画面とは別のサービスとして開発されてきましたが、デスクトップアプリ ID 拡張機能、コマンドラインツールクラウド版の4つの形態で提供されています。今日紹介するのはこの中で一番取り組みやすいデスクトップアプリです。イメージとしてはチャット GPT のチャット画面にあなたのパソコンを直接操作する手、過去の好みを覚えておく頭、外部サービスを呼び出す口がついたちょっと手の込んだチャット GPT だと思ってください。普通のチャット GPT が会話する AI だとすれば、コーデックスアプリはあなたの代わりに作業する AI エージェントです。歴史的にはコーデックスという名前はもともと2021年に OpenAI が出した OpenAI コーデックスというコード生成 AI モデルに遡ります。当時は GitHub コパイロットの裏側で動いていたモデルとして有名になりました。一度サービスとしては終了したのですが、2025年に次世代の AI プログラミングエージェントとして復活し、サービス名、モデル名の両方として再登場したという経緯があります。オープン AI 自身がコーデックスを毎週使っているエンジニアは300万人を超えると公表していて、規模としてもチャット GPT に次ぐ大きなサービスに育っています。2026年4月のコーデックス for Almost Everything、つまりほぼ全ての仕事に使えるコーデックスという大型アップデートで、エンジニア向けから一般業務向けへと一気に間口を広げました。今が始め時のサービスです。ここが今日の動画で一番大事なところです。チャット GPT で満足しているのになぜコーデックスアプリを別途インストールしないといけないのという疑問に答えます。理由は3つあります。1つ目、追加料金が一切かからない。チャット GPT プラス月額20ドル、日本円で約3000円のプランを契約していれば、コーデックスアプリの利用料金はその中に最初から含まれています。プロ、ビジネス、エンタープライズプランも同様です。契約しているのに使わないのは月額の一部を捨てているのと同じ言える状況なんです。年間に直すと240ドル、約3万6000円。その中にコーデックスアプリが含まれていることを意識して使うか使わないかで得られる体験の総量がまるで違ってきます。2つ目、チャット GPT 本体ではできないことができる。例えばあなたのパソコンの中の Excel ファイルを読み込んで自動で集計してくれる、デスクトップにあるブラウザを開いて検索して結果をまとめてくれる、毎週月曜の朝に勝手にレポートを集計してスラックで送ってくれるといった実際に作業を進めるタイプの仕事はチャット GPT のウェブ画面ではできません。コーデックスアプリだから可能になります。チャット GPT が相談相手の AI だとすれば、コーデックスアプリは手足を持っている AI、もっと言えばあなたの代わりに動いてくれる秘書 AI というイメージです。具体例で言うと、私自身もこのチャンネルの動画制作で似た AI ジェントを毎日使っていますが、台本の文字数チェック、音声ファイルの整理、サムネイルの草案作り、スラックへの進捗報告といった人間がやるとそこそこ時間がかかる地味な作業が一気に AI に任せられるようになります。1日に1から2時間は確実に節約できているという実感です。3つ目、AI の進化の流れに乗り遅れない。今、業界全体が会話する AI から実行する AI、つまり AI エージェントへ大きくシフトしています。アンソロピックのクロードコード、Google のジェミニコード、
その他にもオープンソースのエージェントが次々登場しています。コーデックスアプリはこの流れにオープンネ公式が出した答えで、チャット GPT ユーザーが乗り換えコストなしで AI エージェント時代に入れる入り口になっています。少し言い過ぎかもしれませんが、AI に使われる側と使う側の差はこれから1から2年で取り返しがつかないレベルに広がると私は思っています。コーデックスアプリはその使う側に回るための一番低い段差の入り口です。AI エージェントなら他にも選択肢あるよ、詳しい方は思うかもしれません。代表的な競合とコーデックスアプリの違いを整理します。1つ目、アンソロピックのクロードコード。これはアンソロピックというクロードを作っている会社の AI エージェントです。歴史的にはコマンドライン、つまり黒い画面でコマンドを打つ操作が主流で、プログラマー界隈で大人気でした。最近ではクロードのデスクトップアプリからもクロードコードを使えるようになって、コマンドラインに抵抗がある人でも触れる選択肢が広がっています。それでも本格的なエージェント運用ではコマンドライン版の方が機能が豊富で、エンジニア層ではコマンドライン版の方が今も人気です。コーデックスアプリはチャット GPT 風のチャット画面でほぼ全部完結するので、初心者向けに優しいです。2つ目、その他のオープンソースエージェント、例えばオープンコード、クライン、カーソルといった選択肢、これらは技術力のある人がカスタマイズして使うとパワフルですが、初期設定の段階で挫折する人も多いです。コーデックスアプリはダウンロードしてチャット GPT アカウントでログインするだけで使えるので、設定の壁がほぼありません。最初の1回が動くまでに時間がかかると結局使わなくなるというのが AI ツール導入で一番多い失敗パターンなので、この敷居の低さは思った以上に大事です。3つ目、クロードコード、ジェミニコード。コーデックスアプリの3つを比較した時の差別ポイント。コーデックスアプリはチャット GPT のアカウントとの統合度が圧倒的に高いのが強みです。すでにチャット GPT を毎日使っている方は、新しいアカウントを作る必要も、新しい料金プランを検討する必要もなく、すぐ使い始められます。さらにメモリー機能で覚えてくれるあなたの好みも、チャット GPT のウェブ画面で過去にやり取りした内容と将来的に統合されていくと公表されているので、チャット GPT 資産を最大限に活かせます。つまり、エンジニアでバリバリ深く使い込みたい人はクロードコード、Google 愛好者はジェミニコード、チャット GPT の延長で楽に始めたい人はコーデックスアプリという住み分けが現状の正解だと私は思っています。複数を試して自分の使い方に合うものを選ぶというのも全然ありです。私自身も用途によって使い分けています。ここからは実際の始め方です。所要時間は5分くらいで特別なスキルはいりません。ステップ1、公式サイトにアクセス。ブラウザで openai.com/codex と入力します。OpenAI の公式ページが開くので、ダウンロード for Mac またはダウンロード for Windows のボタンを押します。Mac 版が先行リリースで、Windows 版もすでに利用可能です。ファイルサイズは数百メガバイト、ダウンロードに数分かかります。Wi-Fi 環境でやるのがおすすめです。モバイル回線だと通信量が大きくなるので注意してください。ステップ2、インストール。ダウンロードしたファイルをダブルクリックして画面の指示に従ってインストールします。Mac ならアプリケーションフォルダに、Windows ならプログラムファイルズに入ります。普通のアプリと同じ感覚です。インストール中にコーデックスがあなたのコンピュータを操作することを許可しますかと聞かれたら、許可を選びます。これがコンピュータユース機能を使うための前提です。ステップ3、起動とログイン。インストールしたコーデックスアプリを起動するとログイン画面が出ます。ここで Continue with ChatGPT、つまりチャット GPT のアカウントでログインします。普段 ChatGPT.com で使っているメールアドレスとパスワード、もしくは Google アカウントなどのソーシャルログインで入ります。新しいアカウントを作る必要はありません。ブラウザが一旦開いて認証が走り、自動でコーデックスアプリに戻ってきます。ステップ4、初期設定。ログイン後、画面左下のドロップダウンで使う AI モデルを選びます。標準は2026年4月23日にリリースされた GPT5.5。上位プランの方は GPT5.5 Pro も選べます。プラスユーザーは標準の GPT5.5 で OK です。次に画面右下のプラスプロジェクト追加ボタンから、自分の作業フォルダ、例えばダウンロードフォルダや Excel 資料が入っているフォルダなどを登録します。コーデックスがそのフォルダの中身を理解した上で相談に乗ってくれるようになります。フォルダのサイズに上限はなく、何万ファイルあっても自動でインデックスを作って必要な部分だけ参照する仕組みです。ステップ5、最初の会話。チャット欄にこのフォルダに何が入っているか教えて。日本語で聞いてみてください。コーデックスがフォルダの中身をスキャンして一覧と要約を返してくれます。これがあなたの最初のコーデックスエージェント体験です。返ってきた答えに対して、この中で一番容量が大きいファイルは何？最近更新されたファイルを5つ教えてのように追加で質問していくと、チャット GPT の会話と同じ感覚で深掘りできます。慣れてきたらステップ6として、設定画面で自分の好みを最初に教えるをやっておくと体験が1段階上がります。設定右やユーザー設定右やカスタムインストラクションを開いて、
私は〇〇の仕事をしている、コミュニケーションは〇〇調が好き、日本語で答えてくださいのような自分の前提を一度書いておくと、その後の全てのセッションで反映されます。これは後で説明するメモリー機能とも連動します。コーデックスアプリが起動したら、まず試してほしいことを5つ紹介します。何ができるのかが体験できます。1つ目、コンピューターユース、つまりパソコン操作機能。メモ帳を開いて今日のトゥードゥーリストを作って頼んでみてください。コーデックスがあなたのパソコン上で実際にメモ帳アプリを起動し、文字を入力していくのが見られます。Excel を開いてダウンロードフォルダにあるこの CSV を読み込んでピボットテーブルを作ってのように、もう一段複雑な指示も可能です。最初は本当に動いてると少しびっくりすると思います。2つ目、画像生成。このプロジェクトのロゴ案を3つ作って頼むと、チャット GPT イメージズ 2.0、 つまり GPT イメージ2モデルが画像をその場で生成してくれます。日本語のテキストも綺麗に書けるのが特徴で、デザイン案、サムネイル下書き、ブログの挿絵、説明用の図解といった用途で実用レベルです。〇〇の図解を作って日本語で指示するだけで OK です。3つ目、クロニクル、つまり画面理解機能。Excel で作業中にこのシートの問題点を教えてって聞くと、コーデックスが今表示されている画面内容を理解して文脈に沿ったアドバイスをくれます。コピペ不要です。これは Google スプレッドシートで集計を作っているとき、ワード文章を書いているとき、ブラウザで複数の記事を読んでいるときなど、画面を見ている全ての場面で使えるとても強力な機能です。4つ目、メモリー、つまり記憶機能。私はインデントをスペース2つ派、報告書は結論を先に書く派のような自分の好みを伝えてみてください。次回以降のセッションで毎回伝え直さなくてもコーデックスが覚えていてくれます。エンジニア向けの例だけでなく、メールの最後はよろしくお願いいたしますで締める。企画書はパワポで縦長レイアウト派のような事務職企画職の好みも全部覚えてくれます。使うほど自分専用にチューニングされていく感覚です。5つ目、プラグイン連携。設定画面のプラグインタブを開くと、Slack、Notion、Google ドライブ、Microsoft スイート、Salesforce、HubSpot など90以上のサービスとの連携が用意されています。気になるものを有効化すれば、Slack に今日の進捗を投稿して、Notion に議事録を保存して、Salesforce の今週の商談リストを取ってきてのような指示が通るようになります。普段使っているサービスが対応していたら、まず一つだけつないでみるのがおすすめです。この5つを試すだけで、コーデックスアプリがチャット GPT を実際の作業に進化させたツールだという感覚がつかめるはずです。1つの作業に2から3分しかかかりません。今日のうちに全部試してみてください。試した後、これ毎日使えそうと思ったら、メモリーに私のよく使うパターンは〇〇と教えておくと、明日からの体験が1段階上がります。最初の1時間で習慣化が決まると思って取り組むのがおすすめです。料金周りも整理しておきます。コーデックスアプリ単体の料金プランはなく、チャット GPT のプランがそのまま適用されます。チャット GPT フリー、つまり無料プランでもコーデックスアプリの一部機能は使えますが、コンピューターユースやメモリーなどの主要機能は有料プランが前提になっています。本格的に使うなら最低でも月額20ドルのチャット GPT プラスへのアップグレードが必要です。チャット GPT プラスでは1日あたりだいたい50から100回程度のメッセージが目安。画像生成はその3から5倍利用枠を消費します。1日に重い使い方をすると上限に当たります。チャット GPT プロ月額200ドル、約3万円のプランだと利用枠が約5倍に増えて、画像生成も高速化、GPT5.5 プロの上位モデルが使えるようになります。さらにエンタープライズ、エデューといった組織向けプランもあり、メモリー機能の早期アクセスや組織管理機能、サムル SSO による安全なログイン認証が含まれます。いきなり月3万のプロはちょっとという方も多いと思うので、まずは月20ドルのプラスで1から2週間試してみて、上限に頻繁にぶつかるようならプロ検討というのが一番後悔しない順序です。私自身も最初はプラスから始めて、毎日コーデックスを使うようになってからプロに切り替えました。月3万円は安くないですが、1日2時間の作業時間を浮かせられているので、時給換算すると圧倒的に元が取れています。最後にコーデックスアプリを使い始めるときによくあるつまずきポイントとその対策を5つ紹介します。1つ目、最初は自分の作業フォルダを1つだけ登録すること。たくさん登録するとコーデックスが混乱しやすくなります。慣れたら追加していきましょう。最初の1週間はコーデックス専用テストフォルダみたいに新規フォルダを1つ作ってそこだけで遊ぶのがおすすめです。2つ目、コンピュータユースを試すときはクリーンなデスクトップで、重要なファイルが画面に出ていると AI が意図しないクリックをする可能性があります。最初は専用のテストフォルダで試すのがおすすめです。Mac の場合はユーザー切り替えで
別ユーザーアカウントを作ってそこでコーデックス専用環境を準備するくらい徹底してもいいです。3つ目、クロニクルを使うときは銀行アプリやパスワード管理ツールを画面に出さない。クロニクルは画面内容を解釈するので機密情報が映っていると意図せず AI に送られてしまいます。設定画面で除外アプリを指定できるので、最初に銀行アプリ、ワンパスワード、ラストパス、社内システムなどをブロックリストに入れておくと安全です。4つ目、結果が期待通りでないときは最初に私の指示が曖昧だったかも振り返る。 AI エージェントは曖昧な指示には曖昧な結果を返します。もっと具体的に何をどういつまでにを言葉にする習慣がつくとコーデックスの進化が出ます。例えば資料を作ってよりデスマス庁の3000字の企画書をタイトル、課題、解決策、効果の4セクションでワード形式で作っての方が圧倒的に良い結果が返ってきます。指示を磨くイコール AI を磨くと思ってください。5つ目、よく使う指示はメモリーに登録。私は提案資料を作るときは必ずタイトル、課題、解決策、効果の4セクションにするのような自分のテンプレを最初に教えておくと毎回伝え直さなくて済みます。メモリーは設定画面でいつでも編集削除できるので、これは違ったなと思ったらすぐ修正できます。おまけのよくある質問。コーデックスアプリの利用ログは OpenAI に送られる？はい、チャット GPT と同じく学習やサービス改善に使われる可能性があります。気になる方はチャット GPT 設定のデータコントロールで履歴の利用をオフにできます。日本語のサポートは完全対応です。指示も応答も全て日本語で問題ありません。会社のセキュリティ部門に怒られないか？フリープラスプロは個人契約扱いなので会社の業務利用は注意が必要です。組織で本格導入したいならチャット GPT ビジネスプランを検討してください。ビジネスプランはデータが学習に使われない仕様で企業のセキュリティ要件にも対応しています。今日のポイントは3つです。1つ、コーデックスアプリはチャット GPT 有料プランに最初から含まれているので課金しているなら使わないと損。年間3万6000円のうちコーデックスアプリ分が眠っていると思ってください。2つ、チャット GPT 本体ではできない PC 操作、画像生成、画面理解、記憶90以上の外部サービス連携が openai.com/codex からダウンロードしてチャット GPT アカウントでログインするだけで使える。所要時1オフン。3つ、クロードコードなど競合と比べてチャット GPT との統合度が圧倒的なのでチャット GPT ユーザーが乗り換えコストなしで AI エージェント時代に触れる最短ルートです。今日紹介した始め方の5ステップとインストール後に試すべき5つを使ってぜひ今日中に最初のコーデックスエージェント体験をしてみてください。使う側と使われる側の差がこれから一気に広がる時代。コーデックスアプリはあなたが使う側に回るための一番低い段差の入り口になっています。今日の動画の内容はどうでしたか？ぜひコメント欄で教えてください。AI の有用な情報を発信していきますのでチャンネル登録と通知ベルをオンをお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。